皆さん、こんにちは。私の名前は、ジャンラコトです。マダガスカルのアンタナナリボから来ました。日本に来たばかりの時、私は日本語があまり上手ではありませんでした。こんにちは、と、ありがとうしか言えませんでした。空港から出た時、東京の景色を見て、とても感動しました。高いビルや綺麗な電車は、まるで映画のようだと思いました。しかし、心の中では、これから一人で生活できるかな、と、少し不安でした。最初の1週間は、何もかもが難しかって、泣きたくなる時もありました。コンビニで買い物をするだけで、とても緊張しました。店員さんが何を言っているか全然わからなくて、体が固まってしまいました。日本の生活は、私が想像したよりずっと大変かもしれないと感じ始めました。学校が始まる前に、アパートを探さなければなりませんでした。不動産屋さんで、担当の人はとても親切でした。彼はゆっくり話してくれましたが、私にはまだ理解しにくい言葉がたくさんありました。このアパートは駅から近いですし、家賃も安いですし、いいですよ、と説明してくれました。最終的に学校の近くに住むことにしました。この決定をしてよかったと今でも思っています。日本語学校での生活が始まりました。クラスには韓国や中国、アメリカなどいろいろな国から来た学生がいました。みんな日本語を勉強するという同じ目的を持っているので、すぐに仲良くなることができました。先生はとても熱心で、わからないことがあれば、何度でも教えてくれました。毎日たくさんの新しい漢字や文法を覚える必要がありました。授業が終わった後で、私たちはよく図書館に残って、一緒に宿題をしたり、会話の練習をしたりしました。ある日、田中先生は私たちにこう言いました。皆さん、間違いを恐れないで、たくさん話すようにしてください。話せば話すほど上手になりますよ。その言葉を聞いてから、私はもっと積極的に話すようになりました。はじめは恥ずかしかったですが、友達が私の言いたいことを理解しようとしてくれるのを見て、勇気が出ました。週末には、クラスの友達と一緒に、浅草や渋谷へ遊びに行きました。みんなで写真を撮ったり、美味しいクレープを食べたりするのは、本当に楽しい時間でした。私は日本の文化をもっと知りたいし、友達はまだガスカルの料理を食べたがっています。だから、今度私のアパートで、まだガスカル料理パーティーを開く予定です。日本での生活費は高いので、アルバイトを始めることにしました。私は、家の近くのラーメン屋で働いています。面接の時、店長に、日本語がまだ下手ですが、働かせていただけませんかと聞きました。店長は、大丈夫だ。一生懸命やる気があればいいと言ってくれました。仕事は覚えることがたくさんありました。ラーメンの種類を覚えたり、お客さんの注文を取ったりします。はじめの頃、お客さんの言うことが早すぎて、何度も聞き返してすみませんでした。ある時、注文を間違えて、お客さんを怒らせてしまいました。その時、本当に仕事を辞めたいと思いました。しかし、先輩の佐藤さんはいつも私を助けてくれます。佐藤さんは、誰でも最初は失敗するよ。気にしなくてもいいと励ましてくれました。彼女は私に仕事のやり方を丁寧に教えてくれました。店長は厳しそうに見えますが、本当は優しい人です。私がミスをした後で、こっそり、これでも食べなさいと言って、まかないのチャーシューをたくさんお皿に乗せてくれました。その優しさに涙が出そうになりました。働きながら日本語を話すので、会話がとても上手になりました。敬語も少し使えるようになりました。お客さんに、ありがとう、
美味しかったよ、と言われると、どんなに疲れていても嬉しくなります。このアルバイトを続けて本当に良かったです。日本に来て半年が過ぎた頃、一度ひどい風邪をひきました。熱が39度もあって、体を動かすことができませんでした。一人でベッドにいると、急にマダガスカルの家族を思い出し、とても寂しくなりました。その時、学校の友達のユキさんが心配して、私のアパートに来てくれました。彼女は、お粥や果物とかを買ってきてくれて、何か欲しいものはあるかいと聞いてくれました。私は彼女に薬を買ってきてほしいと頼みました。ユキさんはすぐに薬局へ行ってくれました。彼女がそばにいてくれたおかげで、私はとても安心しました。元気になったら、彼女にお礼をしなければならないと思いました。この経験を通して、ということで、友達の大切さを改めて感じました。大変な時に助けてもらえるのは、本当に幸せなことだと思います。日本の生活は楽しいことばかりではありません。でも、困難を乗り越えるたびに、自分が少し強くなったように感じます。今、私が日本に来てから1年が経ちました。来月、日本語能力試験の N2 を受けます。合格できるかどうか、まだ自信はありません。それなのに、毎日の勉強は大変です。試験の日までにもっと単語を覚えたり、読解の練習をしておくつもりです。一生懸命勉強すれば、きっと合格できるはずだ。合格できないはずがないと信じています。試験が終わったらどうだろう。そうだ、旅行にでも行こうよと思います。京都の金閣寺のような美しいお寺を見てみたいです。北海道で雪を見るのも夢です。まだ行ったことがない場所がたくさんあります。私の将来の夢は、日本の大学に進学して経済を勉強することです。そして、卒業した後で、日本とマダガスカルの架け橋のような仕事がしたいです。その夢を叶えるために、今は日本語の勉強を頑張るしかないです。日本に来ることにして本当に良かった。毎日は挑戦ですが、その中で成長している自分を感じます。辛い時は空を見上げて、頑張れと自分に言い聞かせます。この経験はきっと私の人生の宝物になるでしょう。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。それでは、また次回のエピソードでお会いしましょう。